2022年5月16日から31日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。5月16日から31日までの双子座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらに月のカードが出ておりまして、この時期5月16日にさそり座満月、そしてその満月が少しずつ欠けていって、このサードクォータームーンを経て、5月30日に双子座新月を迎える。この月が満ちて欠けていく期間の間、新月を迎えるまでの間の過ごし方を注意してください。とても重要ですよって言われてるんですが、というのも、このお誕生日の期間に切り替わって、新月を迎えるぐらいから、あなたのこの今を生きる、今のあなたの個性や知性を生かすステージというのが安定感を増していく。その安定につながる出来事が起きてくると思うんですが、こちらに大天使ジェレミエル様の今を生きるというカードと、このカードデッキではインスピレーションのミューズ、ワンドのキング、そしてワンドの4が出ております。あなたが今のあなたの個性や知性、魅力というものを発揮できる、その安定のために必要な出来事。お仕事で言うと、お勤めの方の場合は、コンペに勝つとか、何か新しいプロジェクトの担当になって、そしてその担当になることによって、あなたの知性や魅力が磨かれていく。そのお仕事というのは、自分で勝ち取る場合もあると思いますし、たまたま担当になる場合もあると思いますが、どちらの場合もあなたの能力が認められて評価された結果、その結果、あなたの能力や知性や魅力を働きながらお金を稼ぎながらより磨けるというお仕事が始まっていく。こちらにテーブルのハードワークアヘッドと書かれたカードも出ておりますが、やりがいもあるけれども、あなたの忍耐力も試されるようなお仕事。そして前回星のカードが出ておりましたが、この星に続いて月のカードが出ているということもあるので、この安定につながるあなたの魅力や能力、知性を磨けるようなことというのは、あなたの夢とつながっている場合もあると思いますが、例えば今まで趣味で自分の楽しみのためにしていたような創作活動やお勉強といったようなものがお仕事につながっていく。それがお仕事になることによって契約を結ぶなどのハードワークがその先にあるとか、人前で講演をしたり、プレゼンをしたりという、それまでなかった新しい経験をすることになるとか、それは例えば出世をして、今まで他の上司の人がしていた仕事が自分に回ってきて、新しいハードワークがあなたの仕事に加わってくる。ご自身で事業を起こされている方や、フリーランスで活動されている方も、あなたの商品や活動が、例えばメディアに取り上げられるなどして、今までの経験にないお仕事が増えていく。いずれの場合もハードワークなんですけれども、あなた自身を磨けるし、そしてあなたの喜びにもなっていく。そしてこのやりがいのあるお仕事というのは、
今のあなたに必要な新たな出会いを引き寄せていく。そのお仕事を通した出会いの中で、新しい恋人を見つける方もいると思いますが、その人脈の広がりが、新たな出会いが、あなたにとても良い影響を与えていって、恋人との関係、家族との関係、パートナーとの関係、お友達との関係、今まであなたが築いていた関係をより安定したものにしていく。同じお仕事や趣味の仲間との交流というのがあなたにとても良い影響を与えていくときですので、新しい恋のお相手を探している方にとっては、その仲間の中にいるか、もしくはその仲間の人たちに紹介してもらうというのがとてもおすすめなんですが、というのも、この時、あなたが行っている趣味やお仕事を通して出会っていく、広がっていく人間関係というのは、あなたと趣味や興味がとても合っている人たち。なので、自然と仲良くなっていくし、それがただのお仕事仲間であっても、お友達であっても、恋人同士であっても、この時広がって安定していく関係というのが、これからのあなたの生活を支えていく。そしてこのあなたの個性や知性を磨く趣味というのを SNS などで公開するというのがとてもおすすめなんですが、それが注目を浴びるという可能性もとても高いですし、それ以上にとても良い仲間に出会えていく。良き理解者であり、ファンであり、あなたのかけがえのない友達になっていく人たち。その人たちに出会っていくためにも、あなた自身をより磨いていくためにも、そしてこの5月から始まっている夢を叶えるステージをより安定したものにしていくためにも、自分の魅力を能力をより世の中に表していく。現実の世界、例えばお仕事の世界だけではなく、個人で活動する趣味の世界、SNS などのネット上の世界でも自分の個性を、自分の魅力、能力を惜しみなく表現していくことによって、あなたの生活がより安定していく。経済的にということもあるんですが、それ以上に、その人との関係もそうですけれども、精神的により安定していく。そして、この満月から新月になっていくこの時期、注意していただきたいのがこの2枚なんですけれども、サードクォータームーンの調整が必要ですというメッセージのカードと、ライトニングのカード、アンガーコントロールに注意。感情が高ぶりやすい時というふうにも言えるんですが、このあなたの中でくすぶっている怒りの感情に、この新月の時、5月30日の双子座新月の時までに気づいてくださいって言われています。そのために、この時期調整が必要になってくる。そしてその調整というのも、あなたの中のモヤモヤというか、何に対して、誰に対して怒っているのか、そのモヤモヤとした感情や怒りというのをどうやったら解消できるのかということに気づかせてくれるための出来事が起きてくるんじゃないかなって思うんですが、というのも、この怒りのエネルギー、怒りの感情というのは、対人に向けられてしまうと、本当はそういう人じゃないのに、すぐ怒る人、怒ったら怖い人というようなレッテルを貼られてしまったりとか、お立場によってはパワハラやモラハラの加害者扱いになってしまって、この安定したステージが不安定になってしまったりとか、本当は仲良くなる人だったのに、あなたが怒っている姿を見てしまったがゆえに、あなたに対して怖いとか悪いイメージを持ってしまって、せっかくあなたと趣味や興味が合う人たちとの関係を、あなたの怒りのエネルギーのせいで、自らダメにしてしまう可能性がある。なので、怒りを爆発させる前に、何に怒ってるのか、誰に怒っているのか、というのを自ら気づいて、そしてその怒りを爆発させる前に気づくことによって、そのエネルギーを自分の中で処理していく。それでどう気づくかというと、2パターンあるかなって思うんですが、まずは人が気づかせてくれる。あなたの周りで怒りを爆発させている人がいて、その人が反面教師になるという場合もあれば、
あなたの怒りの原因を何気なく指摘してくれるお友達やお仕事仲間がいる。あと二つ目というのは自分自身だと思うんですが、前回星のカードが出ていて、今回は月ですので、夜とても良いひらめきを得る方多いと思うので、自分が何にモヤモヤしていて、何に怒りを覚えているのか、もしくは何に怒りそうなのか、誰に怒ってしまいそうなのか、というのを内省する時間を持つ。ただ頭の中で考えるというだけではなく、紙に書き出してみるというのがおすすめなんですが、紙にその怒りの原因をひたすら書き出し続けて、そして自分と対話してみる。そうすると、その怒りのエネルギーが紙に吸収されていって、そしてあなたの中に残ったマグマのようなエネルギーというのを自分の能力や魅力を発揮するために使っていける。この怒りのようなネガティブなものではなく、創造性のあるポジティブなことに使っていける。この怒りのコントロールというのは、その人の大人度が試されることでもありますし、ちょうどお誕生日の時期ということで、年を重ねるにあたっての進級試験のようにも思えるんですが、ぜひこの試練を乗り越えて、あなたの心が生活がより安定していく、今のあなたの能力や魅力をより発揮できるやりがいのあるステージに進んでいただきたいなと思いました。それでは5月16日から31日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。